はい、皆さん、こんにちは。ホリスティックライフコーチの立花さゆりです。今日のテーマは、なぜかお金に嫌われてしまう人の特徴3つについてお話ししていきたいと思います。チャンネル登録といいねボタン、よろしくお願いします。このチャンネルでは、私たちがつまずきやすい4つのテーマ、ハームについて詳しくお話ししていきたいと思います。皆さん、いいねボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。では、なぜかお金に嫌われてしまう人の特徴。一つ目は、お金の話を避ける人。お金を怖いものだと思ってる人。はい。その2、お金を大切に扱わない人。はい。その3、お金を使わなさすぎる人。はい。まず、一つ目のお金の話を避ける人。お金を怖いものとして避ける人たち。これは本当にダメですよね。そういう人たちの考え方としては、多分自分がものすごい貧乏だと思い込んでると思います。私たちは屋根のある家に住んで、ベッドで布団で眠れて、朝昼晩ご飯が食べれて、っていうことは私たちは絶対決して貧乏ではないんですよね。っていうことは、私たちとすごいお金持ちの人たち、私たちの間には何にも差はありません。そしてその私たちが思うお金持ちたちは常にお金の話をしてます。お金のことを考えてます。っていうのはどういうふうにお金を稼げようかとかを考えてます。考えてますし、お話もちゃんとしてます。そして特に日本ではお金の話はしてはいけない。お金は怖いものっていうふうに教えられた方たくさんいると思います。例えば話なんですけども、大昔にお金っていうものが存在してなくて、何でも物々交換時代あったって聞いたことありませんか？例えば何かを作ってお米と交換。お米を作ってお肉と交換っていう時代があったそうです。そしたら今私たちがその時代に行ってご飯食べようと思ったらちょっと無理ですよね。私たちって作れるものって限られてますよね。って考えたらお金っていう存在にちょっと感謝できませんか？なのでお金は怖いものでもなければ汚いものでもないです。はい。その2のお金自体を大切に扱わない人です。例えば財布の中にお札がぐちゃぐちゃに入ってたりとか、カバンの底に小銭がいっぱい散らかってたりとか、家中にどこかしらちょっとずつ10円玉とか1円玉とかちょっとずつ散らかってたりとかしてる人はお金に嫌われます。私はいつもお財布の中に奥から1万円札、5000円札、1000円札っていう風に頭を揃えて入れるようにしてます。頭はいつも上向きにしてます。はい。で、1000円札一番手前にしている理由としては、1000円から使う機会が多いので、1000円を一番手前にしてます。あと、絶対に家の中にどっか小銭が散らかってたりとかっていうことは絶対にしてないです。はい。3番目のお金を使わなさすぎる人お金を気持ちよく使わない人です。お金は回すものってよく聞きますよね。そうなんです。お金も回りたいものなんです。ずっとお金は使わなすぎるのもお金が拗ねてしまいます。私たちってだいたいプラスに働くものにお金を払ってると思いませんか？例えば美味しいお食事を食べたり、お友達と遊びに行ったり、旅行に行ったり、買い物したり、またお子さんのための大学費などを払ったり、これは全部プラスに働くお金です。税金もそのうちです。私たちがお国に対して税金を払うっていうことは、家の家賃を払うのと一緒です。街が整備されてて、ゴミも散らかってなくて、そのための税金です。このように私たちはいつもプラスに働くお金を使っているので、お金に対して気持ちよく送ってあげると、絶対あなたの元にそのお金は返ってきます。なので、何でも気持ちよくお金を使うようにしましょう。逆にお金を使ったことに対して後悔、罪悪感などを感じてはいけません。はい、お話をまとめます。お金に嫌われる人。その1、お金の話を避ける人。お金を怖いものだと思って避ける人。その2、お金自体を大切に扱わない人。はい、その3、お金を使わなさすぎる人。お金を気持ちよく使わない人。はい、今日のテーマいかがだったでしょうか？いいねと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のセッションでお会いしましょう。さよなら。